皆さんこんにちは。ミネラルニュースです。今回はまだまだ残暑厳しい山中において2日間にわたり採掘に挑戦した際にたくさんの水晶たちや大粒なロッククリスタルに出会うことができたという話題です。この日は午前中の所用を済ませたところで急に調査欲が出てきてしまったため時間に余裕がないにもかかわらず急遽の遠征を挙行。午後3時に現地に到着し調査をメインとして2時間ほど山中を散策しました。日没が近くなり山中はすでに薄暗くなってきたために調査を切り上げての帰路の途中、それまで未確認だったそれほど大きくはないように感じる石英脈を発見。一応見てみるかという軽い気持ちで周辺の土をほじるとすぐにポイント水晶と出会うことができました。短時間で次々と水晶たちが現れてくる様子がお分かりになると思います。ご覧いただいているように表面を少しほじるだけで小ぶりであったりかけらであったりはしますが、照りの良い水晶を続々と発見したため日没間近ではありましたが急遽採掘を敢行することを決意しました。それではしばらく採掘の様子をご覧ください。しばらく採掘を続けていると何の前触れもなく少し大きめのポイント水晶が顔を出してくれました。透明度はそれほど高くありませんが照りはなかなかの美しさです。さらにもう一つ欠けのない親指サイズのポイント水晶が姿を現してくれました。
中にはミニクラスター的な塊も。その後も小粒ながら両水水晶やクラスターのような塊など次々と姿を現してくれましたが、すでに午後6時を過ぎており、まだまだ日が長いとはいえ周囲はかなり薄暗くなっていましたので、安全を優先して採掘継続の断念を決定しました。帰る途中の川で洗浄してみると、中には透き通る透明度のものもたくさんあり、その透明度や照りは翌日も採掘を継続したいという衝動をかきたて、即座に連日の遠征を決意させてしまうほどでした。翌日も作業開始からすぐに水晶たちが姿を現してくれる展開が続き、これはまだ手つかずのガマであると確信して期待が膨らみました。それでは2日目の採掘の様子をご覧ください。水晶たちが続々と姿を現してくれています。小ぶりではありますが、この2つの透明度と輝きはなかなかなものではないでしょうか。掘り出したそのまま土がついた状態でもわかる透明度と輝きは、このガマのポテンシャルを期待させるものがあります。いやいや、確かに水晶たちが次々に姿を現しているし、透明度が高いものもあるけど、小粒なものばかりじゃないかと思い始めている皆さん。この後、画面中央の少し上あたりに、これまでとは異なる存在感を確認していただけます。登場した瞬間に認識できるその存在感にお気づきでしょうか。ここから、今回のミネラルニュースの主役に登場していただきます。
いかがだったでしょうか？今回のミネラルニュース、偶然見つかった手つかずのガマから、2025年の残暑に私たちの前に姿を現してくれたロッククリスタルとの出会いのエピソードでした。この素敵な出会いに感謝し、清流に現れた清涼感漂う姿を見ながら、お別れしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。